今日のテーマはイエス・キリストとは誰ですか。イエス・キリストとは誰ですか。その2ですね。いつものように3つ申し上げますね。1番目、これは聖書を1箇所読みたいと思いますが、1番目、ヨハネの福音書8章58節。こういう言葉があります。イエス・キリストの言葉です。誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。この言葉は文法的に考えると少し変なんですね。本来は私はいたのですが文法的に正しいでしょう。けれどもここでイエス・キリストは私はいるのですと言われました。英語では I am ですね。で、ユダヤ的文脈ではこれはイエスが自分は神だとおっしゃってるんです。神聖宣言です。今私たち日本人が読むと理解しがたいかもしれない。しかしキリスト時代のユダヤ人たちはその言葉を正しく理解したんです。そして彼らは何をしたかというと、石を取り上げてキリストを石で打とうとしたんです。つまり石打ちの刑にしようとしたんです。なぜかというと冒涜罪ですね。自分を神と等しくしたというので冒涜罪で石打ちの刑にしようとした。驚くべきことにイエスはいやいやそんな意味じゃないんだ、私の意味を誤解しないでとは言っていないんです。イエスは否定していないんですね。まさにこの文脈ではイエスは自分が神であり、ユダヤ人たちはイエスは神だと主張したと理解し、イエスはそれを否定しなかった。これがポイントですね。2番目、もう一つ聖句を読みたいと思います。今度はヨハネ10の30です。ここではイエスはこうおっしゃってます。私と父とは一つです。父っていうのは父なる神のこと。私と父とは一つです。実はこれもまた神聖宣言です。ユダヤ的文脈では自分は父と一つだという言い方は自分が神だと言っていることとイコールなんです。その証拠にユダヤ人たちはまたイエスを石打ちの刑にしようとして動いています。この時もまたイエスはそれを否定しておられないんです。つまり1番目ヨハネ8の58、2番目ヨハネ10の30はともにイエスがご自分のことを神だと宣言されたというふうに読めるわけですね。そこから出てくる結論が3番目ですね。ここから出てくるのは結論、イエスは神である方が人となったんだ。イエスは神であり人である。これは私たちの理解をもはるかに超越しています。けれどもイエス・キリストが私たちの罪の問題を解決する救い主として十字架の上で死ぬためにはこの神であり人であるという条件が必要だったんですね。つまりイエスが神であり人であるっていうのは十字架上の死が贖罪主として有効であるための条件です。人でなければ死ねません。神でなければ罪の代価を払うことはできません。もう一度言います。人でなければ死ねない。神でなければ罪の代価を支払うことはできない。それゆえイエスは神であり人である必要があったわけですね。それ以外のお方が私たちの救い主となり得ることはなかったんです。これでイエスはご自分が神だと主張された。そしてそれはイエス・キリストが私たちの救い主であるために必要な条件だったということを理解していただけたと思います。ある人たちはこう言いますね。いやいや、イエスはそんなこと言ってないと。それは誤解して後で付け加えたもんだというふうに主張する人がいなくはないんです。ただ問いたいのは、私たちは2000年前にイエス・キリストと共に生きた弟子たちの証言を信じるのか、あるいは2000年も隔ててそういうことを自分で目撃も体験もしていない人のコメントを信じるのかということが私たちの選択なんです。私はある大学生のある時期にこの言葉は真実だと受け入れました。それはキリストの言葉、キリストの行い、キリストの死を実際に目撃した弟子たちの証言を信じたんです。そして今もイエス・キリストは私の罪のために死に墓に葬られ3日目によみがえられたと信じ、
心の中に大きな喜びと希望をいただいています。ぜひあなたもその一歩を歩み出してください。じゃあまた次の質問でお目にかかりましょう。ありがとうございました。